アリスのアンのメイクはね、このシャドウを使ってました、ずっと。エルの YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、三好彩香です。今日は2023年版、今私がしている三好彩香流最新セルフメイクをご紹介していきたいと思います。はい、それではまず下地から。じゃーん。ラロシュポゼのホワイトの方ですね。普通に塗っていきます。いつも家でメイクするときは時短にしたいタイプなので、日焼け止めも下地も一緒になってたらめっちゃ嬉しいタイプ。そして例のごとくこの皮膚が薄すぎて触ったらすごい赤くなっちゃうんです。これ塗ってる時だけで 1,2 分ぐらいしたら普通にねスーって白く戻るんだけど、塗ってる時びっくりするぐらい赤くなるんですっごい赤い。やだ、お気になさらず。はい、この下地は自然にいい感じのツヤがいっぱいできるんですね。コンシーラーを塗ります。ランコムのコンシーラーです。小鼻の周りとか赤みが気になるところだけカバーしていきます。そしてファンデーション、こちら使ってます。リリです。なんかすごいのよすごいの。なんて説明したらいいのかな。本当に程よいツヤ感と透明感爆上がりするカバー力みたいなちゃんと自分の肌にどんどん馴染んでいってくれて、今こっちだけ塗ったけど、すごいファンデーション塗ったっていう感じはそんなになくて、これ最近お気に入りのファンデーションです。はい、ファンデーション塗りました。なんか本当にね、何回塗ってもいいねっていう感じで、次はフェイスパウダーしていきます。ずっとこちらナーズの、みんな大好きだよねこれ。いつもあんまりたくさんつけすぎないように、ちょっと筆にのせて、ちょっとこの手とかでなじませてからつけてます。結構最初つけた時は一回マットになってメイク直ししなきゃっていうほど崩れなくて、いいツヤ感が生まれるんですね。で一応このフェイスラインのね、ファンデーションとかいろんなのの境目ができないように、ファンデーションとかパウダーもこのフェイスラインの下までちゃんとやっています。スキンケアはもうここまでが顔。先にリップのベース塗っておきます。ティル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 ってさ、もう名前が可愛いよね。私今まで全部マットが好きで、シャドウとかも全部そうなんですけど、特にリップはもうグロスとか塗らない派だったんですよ、全く。でこれは塗ると最初は結構ツヤツヤするけど馴染んでいくんですよ。本当にちょっとだけつけて、後でリップ塗る頃にはちょうど馴染んでちょうどよくなってると思います。ハイライト、こちらです。すごい、もうやだ、使用感が分かっちゃうわ中身だけ見せます。このね、このさ、このキラキラ伝わるかな。すっごく粒子が細かいハイライト。ちょっといい女子感出るんですよ、これ。私はいつもここの頬骨の上ぐらいさっとつけて、すごくほのかにふわっキラッみたいな感じなんですね。これとってもお気に入りで、最近こちらスタメンですね。ハイライト、シェーディング少しだけナチュラルな。おかえりさん、もうパッケージが可愛いの。本当に可愛い。すごくもう持ってるだけでテンション上がりますよね。でででん。こっち側がハイライトで、こっち側がシェーディングで、このシェーディング結構色が薄めなんですよ。軽く取って、このおでこのところ、頬骨の
ちょい下あたりの、でもちょっと入れるだけですごい締まるし、フェイスラインもなんかもう全部入れちゃうとこう時間経ってきた時に浮いてきちゃったりとかもすごい気になるので、ここだけちょうどこの輪郭のカクってなってる顎のところだけ軽く入れます。次は、アイメイクに行きたいと思います。結構今までだと、眉毛しっかり描いてリップ赤リップにして、あとは結構こうレスにする感じで引き算メイクとかを意識してたんですけど、今日はもう眉もシャドウもラインもマスカラもチークもリップも全部つけるんだけど、全部盛りすぎない、ふわっとじゅわっといい感じになるメイクにしてみようかなと思います。だからきっと私のことをね、よく知ってくださってる方はチークとか思ってるかもしれないけど、はい、自分でもびっくりしてます。最初はアイシャドウからこちらヒンス、まさかのピンクね。ピンク、しかもちょっとラメ入ってるわけ最近ちょっとやっぱこの色が可愛いなと思っていて、薄く散りばめられているラメが絶妙ですごい可愛いんですよ。この一色をとりあえずは一回パーって塗って、上の方とかは指とかでなじませていったり、この色ばっかり使ってるからさ、この色ばっかりどんどんなくなってっちゃって、一応下も同じ色をちょっとだけ全体的にちょうどこの涙袋幅分ぐらい塗っていきます。こっからさらにちょっとキラッとねしたい気分なんですよ今。まさかのどうしちゃったもんだか最近粒子細かい系のキラキラにハマっていて、ちょうどこのパレットにこのね、こっちはベージュっぽい感じ、ゴールドみたいな、ほんとちょっとだけ取って、このさっき上のなじませたこの部分に軽く塗っていきます。でポイントはこの光が当たる反射するときにここの真ん中のこのちょうどくぼんでるところがキラキラちゃんとラメついてるなって思うぐらい。はい、そして今回はシャドウもう一つ使います。もうさ使いすぎてさロゴがなくなっちゃったんだけど、レアミネラルのちゃんと書いてあったんですよ。アイシャドウパレットとか本当は書いてあるんだけど、もうずっと使いすぎて何も書いてなくなっちゃった。こっちはマットで、ここの真ん中の2つが結構ねラメで、こっちの上は割とこうベースっぽい感じかな。私はこのね真ん中の2つをいつも使ってるんですけど、実はこのアイシャドウさ、今はの国のアリスって今シーズン2配信されてるんですけど、あれメイク全部自分でやっていて、いつも映画とかドラマとかお仕事、役のお仕事させていただくときは自分の中でその役のイメージをして、基本的にメイクは全部自分でやってるんですけど、今回はねそのアリスのアンのメイクはねこのシャドウを使ってました、ずっと。はい、結構メイクとかリップとかがシーズン2とかでも印象的なキャラクターだったかなと思うんですけど、今日そのリップ持ってくればよかったね。やだ、気が利かなかったわ。リップはスックのマットのやつ使ってたんですけど、そうアイシャドウのパレットはこれでメイクしておりました。まずこの薄いラメの方、ちっちゃいブラシで軽く取って、三角の部分の下の部分だけ、これもねそんなに、結構少しの量で発色してくれるんですね。だからそんないっぱいつけなくても、ほらね全然違うよね。これ近くで見るとすごくラメが本当にねキラキラで細かくて可愛いんですよ。はい。そしてこっちのもう一個のラメのちょっと濃い方、少しずつこの上の部分に塗っていきます。
目の幅よりもちょっとオーバーしてこの上の部分に、やっぱ目ってさ、なんかこう見て話すけどさ、違う角度から顔見たりする時もあるじゃないですか。なんかそういう時にいろんな角度から見ても綺麗なメイクがいいなってずっと思っていて、なのでこういう感じでちょい幅広めな風にしていきます。ビューラーでまつげを今日は割としっかり上げます。ビューラーしてアイライン引いていきます。アイラインは今回はちょっとポイントをね遊んでみたいなと思って、こちらベアミネラルなんだけど、色がプラム色、紫系の色です。まずインライン、この中の粘膜のところは全体的に塗っていきます。柔らかめのペンシルなのでスルスルスルっと引ける感じかな。ちょっとカラーの色だったらここのさっきのこの三角の部分、ここにももう少しペンシルで結構ね攻めてグイグイグイっとそれを綿棒でぼかしていく。これももはやシャドウなんじゃないかっていうぐらいなじませるような気持ちで、下のこの三角の部分にも若干ね、こういう感じ。ここはキュッてするから目元の印象がぐっと強くなります。今日はちょっとだけ目尻にも引きます。ここから伸ばしながら引いていきます。意外と自分が思ってるよりもちょっと長めに引いとくぐらいでちょうどいい気がする。今日はイプサのマスカラです。最近結構イプサが多いかな。イプサはすごくね、なんかこのカーブしてるここのすごいね塗りやすいんですよ。これが下まつげも全部塗っていきます。ちょっと足そうかな。ここに上に足した濃いピンクっぽい方をちょっとだけ目尻のこの下のところ少しだけね、少し本当にさ、ちょっとの量でいっぱいついてくれるから、はい、少しだけ足します。アイブロウはシャネル角が立ってるやつと、こっちはブラシ。この隙間を埋めてくようにちょっとずつ、なんかこう海外の方とかのここもキュッと詰まってて、でも眉尻もちゃんとこうキュッと長めが好きなので、そういった形を作れるように自分の眉毛より若干内側にして、やばい触れたくないとこに触れちゃったわ。やだこういうハプニングもありますね。自分の今地眉生えてるところよりもちょっと外側に、あとはこの山のところを埋めていく感じで、もうね、なんか自分でつけてるの本当に触れるか触れないかぐらいのすっごい優しいタッチで触れています。で、あとはスクリューでぼかすときに結構スクリューでぼかしながらこのね範囲を広められるので、スクリューでもさらに自分の作りたい眉の形に沿っていくようにしていきます。アイブロウ描き終わったらコーティング、ベネフィットの透明のアイブロウジェル的な、密度が細かい方と太い方とあるんですけど、私はこの太い方で眉頭は少し立てていく感じで、この形を固定していく感じですねにして、真ん中から先はもうこの流れに沿って綺麗にまとまっていくように。はい、ではいよいよラストスパートいきたいと思います。まさかのチークとっても私にとってドストライクなチーク見つけてしまったんですね。じゃじゃん。ベアミネラルがさすごく好きなわけよ。
このね、伝わるかな。もしかしたらちょっと今明るく見えてるかもしれないんですけど、結構実物見るとちょっと深めのオレンジピンクなんだが若干ブラウンで、しかもスーパー粒子細かいラメみたいな感じで、実物見る色が本当にすごい可愛いんですね。これを本当に少しだけ薄く塗るような感じで、大きめのブラシでこうふわっと塗っていく方がふわっと馴染みやすくて、結構細いブラシとかだと本当にピンポイントにその場所だけにポンってついちゃうので、自分で塗っててもいつも不思議な気持ちだもんね。私がチークつけてんだとか思ってでもこのちょうど笑った時に高くなる位置ぐらいでも、ちゃんと最初に塗ったハイライトとシェーディングはなるべく潰さないように、その間のいい感じのところに入れていきます。で、そしてリップですね。リップは最初にオイルトリートメントつけたんですけど、結構コテコテのツヤツヤになるのが苦手なので、一回ティッシュでまんま表面は結構オフしたなって感じするんだけど、やっぱちゃんと保湿の成分がすごい馴染んでる感じがしていいんですね。ティルティルのやつ。リップ、こちらヘラの、これ最近買いました。この前韓国に行った時に買ったんですけど、ちょっと水感のあるオレンジピンクっぽく見えるかもしれないんですけど、なんか質感がすごく不思議で気持ちいい。なんか塗ってて気持ちいいリップなんですね。これ少し深みのあるいい色になるんですね。全体に塗らずに下の真ん中塗って、でなじませて上にもつけて、この口角の横のところにもつけてなじませる。自分のこのってこうなじませるので輪郭を作っていくっていう、よくわかんないことをやってるんですけど、ちょっとなんか今こうやって見るとちょっとなんかリップはすごい結構はっきりしてるなっていう感じなので、この塗ったリップもティッシュ当てて軽く手でなじませるって言ってもほんとすっごいちょっとだけど。でメイクはこれで完成なんですが、一番最後忘れちゃいけないのはこちら、ででん、フィックスメイクアップ。この状態を長い時間キープできるように、こうかけていくわけじゃなくて、ちょっと上にしてそれをなんか浴びるみたいな感じなのかなっていう風にやってます、いつも。はい、完成したかもしれません。はい、メイクできました。さて本日は2023年版三好彩花の最新セルフメイクご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんの参考になったら嬉しいなと思っています。そして2月28日発売の雑誌エルジャポンの着回しメイクもぜひチェックしてみてください。皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。バイバーイ。